こんばんは、はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回のティアリストからまた、少し時間が経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。今回は、やはりファンタジーフットがこの2週間の間に来たので、追加をしました。もちろんヒーローの選手と現役の選手いるので、どちらも、入れたという風な感じになります。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになります。今回からですね、S、A、B、C、D と、前回の、ティアリスト、前回までのティアリストから、ランクの、表示の仕方を、変えました。なので、そこは、分かっていただけると嬉しいなというふうに思います。まずは D ですね。D に関しては、そこまで追加をした選手は、いないという風な形になっていて、C は、ベンテケですね。C には新しい選手としてはベンテケを入れました。ベンテケはやはり空中戦が一つの武器ではあるんですけど、やっぱりどうしてもこう重たさっていうのは非常に感じるような、選手です。スキル逆足22から44に変わったところはいいんですけど、非常にドリブルが重たくて、地上戦ではなかなか難しいような、選手にはなりますし、かつこう空中戦でもね、すでにこう代わりがいるという風な選手にはなるので、個人的にはあまりこう使われないような選手にはなるんじゃないかなというふうに思います。でそして B ですね。B はパパン、ファンタジーフットヒーローのパパン、そして同じくファンタジーフットヒーローのクラウチ、そして NDI ですね。ファンタジーフットの NDI、この3名を新しく入れました。パパンに関してはやっぱり能力的には非常に高いです。ヒーローの選手ですし、レジェンド的な、選手として、来てはいるんですけど、本当にこうそれこそざっくり言うと決定力、しかないような、選手にはなります。決定力は非常に十分、あって、ストライカーとしてね必要な要素ではあるんですけど、それ以外っていうのが微妙、っていう風な形ですね。ペースで、裏抜けめちゃくちゃ追い抜いていくっていう風なスピードはないですし、パスもうまくないという風な感じになります。で、ドリブル自体軽いんですけど、スキルが3っていうのが結構きついかなっていう風には、思うので、個人的にはこの人までどうやって持っていくかっていう風なところで、少しこう難しさは感じる。パパンじゃなくてもいいんじゃないっていう風に思うような選手かなという風に思います。でそしてクラウチですね。クラウチは逆にスキルが3から5に変わりました。でスキルが5っていうのは、自分はねめっちゃ好きで、やっぱ大事な、能力、かなっていうふうには思うんですけど、スキルが5でもちろんそれでかわせるっていうことはできるんですけど、やっぱりドリブルがかなり重たいので、個人的には A に行くほどのこう理不尽さっていうのは感じなかったかなっていうふうに思います。かつ、身長ですよね。身長が2メートルを超えていて、空中戦もある程度は、できるんですけど、そのフィジカルを生かして、それこそね、ハーランドだったりのような、なんか、ゴリゴリさっていうのはあんまりなかったですね。なんかこう結構ボールが、なんかこう、ドリブル中にボールが足から離れてしまうことが多くて、スキルを使っても。なんで、その中で、スピードもね、そんなに速い選手ではないので、スキルの5の技が出せたってなっても、なかなかかわせないですし、ハーランドのような、こう、ゴリゴリさっていうのもあんまり感じることは、なくっていう風な感じで、個人的には、全然ね、パパンも同様ですけど、悪くはないんですけど、個人的には B が妥当かなという風に、クラウチも、感じました。でそして NDIA ですね。この人に関してはやっぱりスピード、そしてドリブルが、非常にいいような選手にはなってます。シュートも打てなくはないですけど、そこまで期待をしない方がいいと、思いますし、この人に関してはスパサブで、使うのが一番いいかなという風には思います。ドリブルに関しては、めちゃくちゃ軽いっていう風な、感じの選手ではないんですけど、ちょっとこうごつくて、ある程度こうフィジカルっていうのも、途中から出てくると相手の選手も疲れてはいるので、
そこで、追い抜いていける、かつこう体で勝てたりすることも、ある程度こうできる可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。冷静さもね、結構この人に関しては、高かったりは、するので、結構ね、この人はいいかなっていうふうに、思った以上にいいかなというふうには、思います。個人的にはスパサブ推奨かなっていう風な感じで NDI へ紹介しました。で、そして A と B の間にいるのが RTTF フェラントーレス、そして同じく RTTF ラスパドリ、そしてキューウェルですね、ファンタジーフットヒーローのキューウェル。追加をしたのはキューウェルで、少しね、ダイナミック面で隠れてるかとは思うんですけど、この人に関しては、自分は、なんか思った以上に強くはなかったかなっていう風に、思います。もちろん能力非常に良くて、90万以上、するような選手なので、値段だったりとかで見ると、A に入ってもおかしくはないのかなという風には思うんですけど、期待をしすぎてたのかどうかはわからないんですけど、それほどのこう90万の価値っていうのは、現段階では、自分は感じなかったかなっていう風には思いますね。シュートに関してはやっぱり決定力高くて、冷静さも高いので、決めきってくれるっていう風な、ことはあるんですけど、なんかあまりこう理不尽さっていうのを感じるほどの、選手ではなかったかなっていう風に、自分は感じます。それでも、A にしてもいいのかなっていう、思う、結構ね、微妙なラインではあるんですけど、この人は A かなって思うぐらいの感じではなかった、かなっていうふうに思うので、合う人にはね、めちゃくちゃ合うと思いますし、ドリブル軽いしっていう風なところで使いやすさっていうのはあるんですけど、個人的にはここの間、行っても A かなっていう風な、感じですね。で、そして A です。A は新しく追加した選手、ファンタジーフットのアザール、そしてファンタジーフット、ジョタですね、そしてファンタジーフットアレクシス・サンチェス、そしてファンタジーフットヒーローモリエンテスを入れました。アザールに関してはやっぱり4-4が変わらなかったところはやっぱ少し残念ではありました。この人がね、スキル5とかだったらより良かったかなっていうふうには思います。あとはミディミディっていう風なことはサイドで使うと少し気にはなるかなっていう風に思います。走らせてあげないとなかなかなんでそこで止まっちゃうんだっていう風な場面はたまにあったかなという風に思います。なんで自分はそこからキャムとして使ったんですけど、非常に良かったかなっていう風に思います。ドリブル軽くて自分でもシュート持っていけますし、アップグレードが楽しみな選手ではあるんですけど、どこまで行ってもね、やっぱアザールこれだけ細かさがあったらね、スキル5の方が良かったなっていう風には、思いますね。で、そしてジョタですね。ジョタに関しては結構個人的に、アザールと同様ですけど、ジョタも非常に良かったですね。CM 起用も自分はしてたんですけど、パスの能力をちょっと上げて、ですがそんなにパスがめっちゃうまいっていう風な選手では、ないので、CM が最適解というよりかはやっぱ ST だったりとか、ツートップの一角とかそういうようなこうストライカーのところで使ってあげるのがこの人の良さっていうのは生きるのかなというふうに思います。でかつこの人は冷静さ84っていうふうなこともあるからか、もちろんね決定力高いです。普通に高くて逆足も5なので決めきってはくれるんですけど、たまに外してしまう、っていう風なことはありました。それこそ5本に1回ぐらいかな、フリーのシュートとかで、5本に1本とかはちょっと外してしまう。なんでそういう時は冷静さの、数値なんかなっていう風に思ってもらえれば多分納得はするかなっていう風には思います。それでもね、結構この人はドリブルも軽かったり、しますし、使いやすさっていうのは、あったので、非常にシュートの振りも速くて、ストライカー、この人は結構ね、合う人いるんじゃないかなっていう風に思う。自分は特に安いですし、おすすめの選手かなっていう風に思います。スキル5いらない人であれば、おすすめかなっていう風に思いますね。で、そしてアレクシス・サンチェスですね。サンチェスもアザール同様4-4で、非常にタイプが似てると思います。ドリブルが細かくて、若干ね、スピードに遅さは感じるかもしれないです。細かいドリブルからのグッといく力、バペだったりとかネイマだったりとかみたいな、こうグッといく力っていうのはちょっと弱いかもしれないです。思った以上にちょっとそこ遅いなみたいな、
感じる時はあるかもしれない。ですけど、非常に相手を剥がしながら、相手をずらしながらパスもうまいので、なんで ST とかっていうよりかは、やっぱこの人もキャムとか、2列目で、自分にドリブルしてる自分に、敵を寄せつけて、最後ラストパスだとか、そういう風なイメージで使うのがいいのかなっていう風には思います。またサンチェスもね、スキル5とかだったら、このよりドリブルの軽さとか細かさっていうのが生きたんですけど、そこは惜しいところで、ですけど総じてやっぱり能力も高いですし、非常に強いような、選手にはなるかなという風に感じます。で、そしてモリエンテスですね。モリエンテスに関してはこの4名のうちだと一番ドリブル的には重たいかなっていう風には思います。なんか細かいことができるみたいな、できる場面ももちろん相手のね、ディフェンスの状況とかによってはあるんですけど、結構囲まれた状態とかだったら、この3人よりかは難しいかなっていう風に、思います。一番ストライカー味がある裏抜けだったりとかができるのはこの人かなっていう風に思いますし、フィジカルが強くて、裏抜けの際にもすぐに体で負けない、っていう風な、力を、持ってるので、非常にこういう風な少しでかいような ST の選手を扱える人はめちゃくちゃモレンテス合うんじゃないかなっていう風に思いますし、ワールドカップヒーローのねモレンテス作った方は単純にその上位互換にはなるので、非常に使いやすさっていうのはまだあるのかなっていう風には思います。めちゃくちゃドリブル軽いっていう風な感じではないので、合わない人もいるかもしれないですけど、決定力高く、少し大きくて、裏抜けもある程度できて、決定力が、しっかり決めきる力もある程度持ってるっていう風な選手でいくと、結構この人も、非常に強さっていうのは、あるなという風に感じます。で、そして、S と A の間は、特に前回とは変わってないです。RTTF の、フィルミノ、そしてマルティエリ、そして、ファンタジーじゃない、センチュリオンですね。フットセンチュリオンズのサラ、この3人は特に変わらずという風な感じです。で、そして S ですね。S に新しく入れたのは、ファンタジーフットヒーローのジノラ。そしてファンタジーフットヒーローディナターレ、そして最後にファンタジーフットヒーローの ROY ラン、この3名ですね。現役の選手のファンタジーフットのカードは一番上のランクには自分は入れなかったという風な感じにはなるんですけど、ヒーローの3名と。ジノラに関してはえぐい、それだけですね。ただただえぐい。逆足でも蹴れますし、スキルも出せて、55っていう風な強みを生かしつつ、能力も非常に高くなってます。本当にザ理不尽というか、理不尽さをめちゃくちゃ感じるような、選手には、なるので、言わずもがなかな。この人に関しては、強すぎて特に言うことはないかなという風に思います。で、ディナターレですね。ディナターレそれこそね、先ほど A にいたアザールだったり、アレクシス・サンチェスと、似てるタイプ、ですね。それこそどちらも44ですし、ディナターレも44で、ですけどその2人より、より前線の選手、ストライカーの選手、キャムでもいいですけど、やっぱりシュートだったりペースっていうのが、やっぱりその2人よりちょっと頭一つ抜けてるというか、同等ではないなっていう風に自分は、感じたので、ディナターレは一番上かなという風に思います。この間にね、入れてもよかったかもしれないんですけど、個人的にはかなり好きな、タイプの選手ですし、めちゃくちゃね、この人もドリブルが軽くて、あとシュートの振りが速いっていう風な、こともありますし、逆足4ですけどね、逆足でもしっかり決める力っていうのを、持ってるので、44の中でも、また強い選手がね、出てきたなという風な感じで、非常に使いやすさを感じつつ、前線に1人いたら、ちょっと試合を変えてくれるというか、勝ちにしっかり貢献してくれるような、選手にはなるかなという風に思います。極論ね、それこそ、スキル5が欲しいとか、逆足5が欲しいとかっていう人は、もうディナターレが、候補からなくなってしまうんですけど、44で十分っていう人はディナターレ、本当に最高峰の、ST かなという風に感じます。で、そして ROY ランですね。ROY ラン。ワールドカップヒーローでもかなりの強さがあるような選手にはなりますし、単純にその上位互換には
なります。まあ、スピードに関しては、速さがめちゃくちゃあるっていうのをそのままに、シュートが、少し、入りやすくなったりとか、まあ、ドリブルもね、少しこう細かいタッチができるようになったシーンがちょっと増えただったりとか、まあ、単純に上位互換。まあ、明らかにこう強かった選手からさらに強くなった、カードにはなりますし、まあ、この人を使うのはやっぱりサイドですかね。ST とか、まあ、キャムとかっていう風なわけではなくて、やっぱりサイドでこうダッシュボタンを押し続ける。まあ、それだけでかわせてしまう、最後に横パスなのかシュートなのか、まあ、そういう風な使い方っていうのは一番こう今作に合ってますし、アルワイラの、こう良さっていうのはめちゃくちゃ活かせるような使い方にはなるんじゃないかなというふうに思います。逆にね、まあ、この人も44ではあるんですけど、まあ、44関係ないですね。スキル2とかでもいいと思います。スキル使わないんで。まあ、本当にダッシュ、スピードっていう風なところと、あとは少しね、追いつかれそうな時でも体でグリッといけるような力を持っているので、まあ安定に、この人も一番上のランクかなという風に思います。まあちょっとこう世界大会で、今後使われそうなカードかなという風に思います。まあっていう感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになります。まあ、またね、この中にいない選手だったりとかいると思うので、まあ、ぜひちょっと気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusions.